おだすこんちはポテトです。ということで今日はですね、アップデート内容の細かいところ一緒に見ていこうやっていきたいなと思います。ということで、皆さん2026始まってやってますか？以前ですね、コネクトの内容自体をまとめてね、早朝にね、出させていただいたんですけど、ホームページの方にもね、もうちょっと細かく、コネクトの時にはそんなに触れなかった部分も載ってはいたので、そこをちょっと見ながら、一緒に読みながらですね、今後のね、検証とか、この辺どうなんだろうねっていう話をしていきたいなと思います。このアップデートの内容をね、全然知らない人はもちろん一緒に読んでいければいいし、知ってる人はね、検証として、検証の視点としてね、この辺どうなんだろうとか気になるところがあればね、ぜひ教えていただけたらなと思いますので、やっていきましょう。はい、まずはですね、ライブアップデートその1、その2、その3って形で3ページあるんですけど、まずその1から見ていきましょうということで、ざっくりね、前回コネクトの内容と被っているところも話していくんですけど、カスタムスタジアムがカスタムできるようになりましたよというところとか、LINE アチーブメントとかね、報酬が新しくなりましたよというところ、あとキックキャンセルがね、できるようになったよというところと、あとね、今回出しましたリンクアップのとこですね、追加されましたよというところで、スモーリーニをやりました。アモリムのね、またやりたいなと思います。あとは以前まであったマッチパスですね、これがキャンペーンハブというものに変わりましたよという形になっていきました。なので、キャンペーンごとに更新されていくような形っていうのは非常に面白そうですよねって感じですね。で、低画質なくなっていったよ。あとはこれですね、ギブアップして勝利した時のハイライトとスタッツ確認できるようになりましたということで、これ地味に嬉しいかもしれないですね。人によっては多分ギブアップされたくなくて、そのハイライトが見たいがゆえにギブアップされたくなくて、ちょっとわざと1点決めさせるとかね、そんなことをしてた人もいたんじゃないかなと思うんで、そういった意味ではこういうのありかなっていうね、感じはしてますね。あとチームとかその辺のね、データも更新されましたよという形になってました。で、その2のところになっていきます。この辺からね、だんだんゲームプレイに関するところをちょっと中心にやっていきたいなと思うんですけど、特に今回は移動速度、そして守備操作についてね、変わりましたよということが書いてありました。ドリブル系もね、こう相手に不自然にくっついちゃうみたいなね、吸い付きみたいななっちゃうのがなくなったよっていう、これは非常に嬉しいところかなというところと、あとはこれですね、横方向の競り合いの時に相手選手を受け流すモーションっていうのがね、入ったようで、これのどんなことなんでしょうかねっていうところは疑問に思っている。ボディコントロール数値が高いほど受け流しやすくなりましたよということで、このボディコントロールっていうのがね、ちょっと今までもなんとなくこう曖昧な数値ではあったから、こうやってね、明言されたっていうのは非常に大きいんじゃないかなと思いますし、今後ね、どうにか検証していきたいななんて思ってたりはしますよというところです。で、ドリブルのね、加速のバランスも変わったよということで、低速時からはね、素早く動き出せるようになったよというところで、本当に1歩2歩目がちょっと速くなったりとかしたってことなんですかね。で、その後の一定速度以降は徐々にスピードが上がるようになっていきましたよ。このドリブルの加速がですね、ドリブル数値と瞬発力、これが影響するようになりましたよと書かれました。特にこの瞬発力っていうのが明言されたのがね、今までもなかったことなんで、かなり大きいところなんじゃないかなと思ってます。これがどれぐらい変わっていくのかっていうのもちょっと気になりますよね。なので、ドリブル測定、これもね、ぜひやっていきたいなと思います。そしてフェイントですね、ルーレットとエッジターンがね、モーションが追加されましたよということで、操作感がね、だいぶ変わりましたよということになっていきました。ルーレットとかね、エッジターンいたかもしれないんですけど、ルーレットに関してはちょっとね、次の動作遅くなっちゃうことも多かったので、なかなか使いにくさというかね、クロート向けなフェイントになってたなと思ったので、それがある程度変わっていったよっていう形になりましたよということです。で、実際やってみたんですけど、こんな感じで、割とね、スムーズにルーレットが出てましたね。あとエッジターンも結構面白そうな感じはしました。なのでだいぶ使いやすくなったのかなと思ってますね。ドリブル好きな人はかなり嬉しいんじゃないかなというところですね。あとはトラップですね。トラップに関してはそれなりにこう浮き玉の処理とかちょっと今までおかしかった部分っていうのかな、そういうのが修正されていきましたよという形になっていきます。ざっくりとね、そんなことが書いてあります。で、シュートに関してはブリッツカーブとアウトスピンを持ってる選手がですね、アウトスピンがね優先されちゃってたっていうのがあったんで、それが直りましたよ。ただもちろん逆足精度最高の選手なんですけど、優先されちゃってたんで、そこは修正しておきました。ブリッツが優先されるようになりましたよという形になっていきました。で、ヘディングもちょっと変わったみたいですね。相手により近づいて競り合うようになりました。これがディフェンスにとってもしかしたらいい方向なのかな。もしかしたらヤンコレルが相手だとしてもやりようがあったりとかするんですかね。ちょっとその辺は気になるところかなというところですかね。で、あとは左右に打ち上げた時のニアとファーの精度の差っていうのが調整されましたよと。
いう形です。これがどんな差が出るのかなとかね、ちょっと気になるなとは思いましたね。ここだけ見るとね、通常の競り合いのことしか書かれてないので、僕個人的には気になってたのは、もうドフリーなのにヘディング外しちゃうっていう、あの現象はね、ちょっとなくしてほしいなと思ってはいたんですけど、それはここには書かれてないですね。なんかね、そんなに変わんないのかもしんないなと思いましたね。ただ、ヘディング数値が低い人は別にいいんですけど、ヘディング90とか90以上ある選手がなんかドフリーで外すとなるとなんかちょっとね、やるせない感じになっちゃうので、そこは気になってるなと思いましたけどね。またその辺は検証でやっていきましょう。そしてその3ですね。で、キックに関してはね、ちょっと変なところ、蹴れなくなる問題とかも修正しましたよと書かれてたんですけど、ちょっと一番気になったのはここで、セットプレイ時にグランダーパスを行った際に、キックの種類と異なるパラメーターで精度の計算を行っていた問題を修正しましたと。これね、これまだわかんないですよ。わかんないんですけど、僕の避けパス検証、僕のチャンネル見てる人はわかるかなと思うんですけど、避けパス TYKP 検証っていうのがあるんですけど、この時結果的に言うとグラパを押してるんですけど、フラパ数値が影響してるっていう検証結果になったんですよ。まさにそのことを言ってんのかなとかちょっと思ってですね、そうするとTYKP 検証が、できなくなるのかなとか、もしくはグラッパが影響してくるようになるのかなとかね、いろいろその辺もちょっと気になっているなと思っているとこですね。もしかしたらもうできないかもしれないとは思ってるんですけど、ちょっとその辺もね、またやっていきたいなと思います。で、キックを行う際に自分の体にボールが当たってキックをキャンセルしてしまうことがこれね、ありましたね。確かに。ただその理由が自分の体にボールが当たったことによってキャンセルされてたっていうことは今初めて知りましたね。そういうことだったんかいって感じなんですが、そういうのがなくなっていきましたよ。制時によろけることでキックができない問題っていうのが検証していきました。こういうのもよくありましたね。確かにね。そういうのなくなっていきましたよというところです。で、セットプレーの操作は変わりました。これ昨日コネクトでも言ってました。左が2ステップになったということですね。これ結構面白いですね。トレーニングモードでぜひやってみてください。結構面白いんでね。右側の画面をね、スワイプ操作を開始すると一定時間操作始まりますよとかね。大体やった感じ2、3秒だったかなって感じはするんですけど、そんな形になってましたというところで、この辺またちょっと検証しようかな。またちょっといろいろ細かく分かりそうな感じがしたんでやっていきたいなと思います。ただコーナーキックとかもね、そのまま直接ゴール狙おうと思えば狙えたりとかして結構面白いなと思いました。ただゴールキックもね、このセットプレイになってるんで、ちょっとそれめんどくさいなとは思いましたね。ゴールキックのキッカー、例えば変えられるんだったら、また話は別なんですけど、って思ってはいますね。最後、ディフェンスですね。ここが大きく変わったよということで、かなり多い量にはなってるんですけど、この辺はね、昨日のコネクトの内容とあんま変わんなかったかなという感じはしてます。基本的には、奪いやすくなりましたよとか、操作性変わりましたよという話になっていきましたね。で、あとここですかね。この辺は言ってなかったのはこの辺ですかね。スライディングタックルについて、パラメータのボールダッシュ、この影響が大きくなりましたよということで、これが大きく影響するのはいいとして、何がどう影響していくのかっていうのはちょっと気になるとこですよね。ボールダッシュが大きく高くなったら何が影響していくのか、っていうのはちょっとまた検証していきたいなというところです。で、あとはオフザボールの時の移動速度が変わっていきましたというところになっているという形です。基本的にはですね、これも書いてあるんですけど、積極的にボールを奪いたい時はプレスで、相手を遅らしたい時はマッチアップっていうような操作で、よりね、使い分けが重要になっていきますよ、そんなことが書かれてましたので、皆さんもその辺は意識してみてください。はい、というところですかね。以上が今回のね、アップデ内容になっていきます。実際どうですかね、こうゆっくりというか、しっかり読んでいくと、意外にコネクトで言ってなかった部分とかもね、あったりしたんで、その辺はね、ぜひね、そうなんだっていうのを頭に入れておいていただけるといいかなと思います。で、個人的にはね、いろいろ気になったところはいろいろあったんですけど、リンクアップだったりとか、ドリブルのね、ボディコンの話、瞬発力の話もありました。ヘディングのニアファーの話もありました。キック力のところには TYKP 検証、この辺がね、今でもできるのかとかいうところもなっていくっていうところと、セットプレーのね、操作性に関してはちょっと気になるところっていうのと、ディフェンスに関してはスライディング、あとボールダッシュ、この辺がね、どう影響してくるんだろう、その辺はかなり気になったなと思ってますので、今後はその辺を中心にまた検証をやっていきたいなと思います。皆さんもどうですかね、実際こうやって見てみて、もしくは実際自分でやってみてですね、この辺気になるなとか、この辺どうなってんだろうなというのがあったらですね、ぜひコメントで教えていただけたらなと思います。ぜひそういうのも参考にさせていただいて検証していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今日はね、これで終わりたいなと思います。この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。